When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、ミカです。今日は昨日ですね、インスタグラムとツイッターとあとは YouTube のコミュニティ欄の方で皆さんからネイリストとかネイリストのお仕事に関することで悩んでいること、相談したいことというのを募集しました。なので今日はもうそれにすごい真剣に答えていこうという動画になります。はい、ということでお悩み相談募集して回答してくださった皆様ありがとうございました。でもすごい数来たのでやっぱり全部に返すことは難しいんですけども、その中からねいくつかピックアップしてお返事していきたいなと思います。今日は22個ですね選び抜いたのでかなり動画長くなってしまうと思います。しかも割と長文でいただいているものとかもありましたので、私も結構長文でお返ししたいなと思っています。で動画を編集していてあまりにも長くなりすぎて見ていて疲れるなと思ったらちょっと前半後半に分けたいと思います。ということで早速皆さんからいただいたお悩み相談したいことに答えていきましょう。どうぞ。まず最初の2つはもうこんなに同じことを聞く人がたくさんいるのかっていうぐらいかなり質問の内容がかぶっていたものというのを答えたいと思います。1つ目、資格がなくてもネイリストになれますか？あと、資格を取るにはネイルスクール専門学校に行かなくては取れませんかっていうそのネイルの資格に関する質問、学校に関する質問というのがもうすごいたくさんでした。答えからすると資格がなくてもネイリストになることはもちろんできます。今ある資格というと JNA の方と JNEC の方と2種類あります。で、JNEC の方は言ったら3級2級1級っていう内容になっています。で、JNA の方はジェルの初級中級上級っていう感じになっていて、あと最近はフットネイル検定というものも出てきました。はい。で、そういった検定以外にもあと衛生管理士の資格なんかもちょっとネイル関係で取るべき資格だったらあったりします。でそれらの資格全て持っていなくてもネイリストとして活躍するということは全然できますし、何も持っていない状態でネイリストになっている人っていうのは結構ねたくさんいます。なので資格を取ってからネイリストになるっていう順番っていう風な決まりは特にありません意外とそのネイルエキスポとかね、大きな舞台でデモンストレーションをやったりとか舞台の上に立っている人とかでも検定3級とかは持ってても2級1級持ってないとか JNA のこのジェルの検定の方も最近できた検定で私がネイルをやり始めていた頃ってまだなかったような検定なので、はい、意外とその大御所の方ってこちらの検定持っていないという人もね結構いますはい、なので別に検定なくても大丈夫 OK です。はい、で検定に合格するにはスクールに行ったりとか専門学校に行かないと取れないんですかっていう質問もかなりありました。でそれも、結論は独学で取ることができます。はい、全然取ることができます。なので別にスクールや学校に行かなくてもいいんですけど、スクールや学校に行った方が、得られるメリットというのもあります。それは何かというと、例えばその教会の情報とかっていうのをやっぱり細かくでもそれもスクールによって結構違うんですけど、ちゃんと認定講師の先生が教えてくださるとか、同じ認定講師の中でもその認定講師も位がありまして、本部認定講師とか常任本部認定講師とかあるんですよ、いろいろでその上位の方の先生に教えてもらえるとかであれば、それこそ検定の審査員っていうのをやっていますので、しっかりしたポイントというのを押さえながら教えてくれることもありますし、あとはちょっとね例えば今回のコロナウイルスの影響で検定の日程がずれたりとか、あと1級だったらモデルさんを連れてこなくてトレーニングハンドっていうなんていうんですかね、模型があるんですけども、それを使った検定に
今回だけ変わったりとか、いろいろ変更があったりしました。でそういう細かい変更点だったりとかっていうのもやっぱり協会の方からその認定講師の先生にちゃんと情報がいきますので、そのあたりもしっかりと漏れなく教えてくれるっていうのはやっぱりすごいいいなと思いますはい、ただそれもね先生によって結構違います。ネイルスクールとかそのオンラインのスクールって言っても認定講師じゃなかったり、そういう協会とか業界、ネイル業界と深く関わっていない人でも簡単にネイルスクールをオープンすることができるので、一概にね全部のスクールでそういう知識とかしっかりした技術ポイントっていうのを教えてもらえるかっていうと、ちょっとそれは何とも言えないですはい、ただそのあたりしっかりしているところであればもう行く価値はあると思いますし、すごくいいと思います。で学校に行ったからといって絶対検定に合格するというわけではもちろんありません。やっぱり、当日どんなミスが起こるかわからないですし、なんか物を落としちゃったりとか、こう手順を間違えて時間がオーバーしちゃったりとか、なんかそういうことがあって落ちるっていう人は全然たくさんいます。すごくたくさんいるので、一概に学校スクールに行ったから絶対合格できるっていうふうには思わない方がいいです。はい。であともう一つそのスクールに行くメリットというと、これもスクールによって違うんですけど、就職サポートっていうのをしてくれるところもあります。やっぱりその業界は結構まだネイル業界狭いですので、いろいろつながっているので、このスクールを卒業した人とかだったら割と優遇して取ってもらえることがあったりとか、あとは、そのネイルスクールで勉強しながらちょっとこうインターンシップってまではいかないですけど、そういうネイルのメーカーさんとかに、ちょっとアルバイトでこの販売員で行かさせてもらって、そこからつながりができたりとか、あとはその実習ですね、現場に実習に行かさせてもらって、結局そこで最終的に就職できたりとかっていうような、なんかその後働く先のきっかけっていうのを与えてくださるっていうスクールや専門学校もあるので、そういうところを利用できるっていうのはいいと思います。はい、スクールとか検定に関してはそういうことです。で、次もう一つ、もうこれはすごい、もうほんとさっきの質問と同じぐらいたくさんの人から寄せられた質問なんですけども、自宅ネイルサロンを開業したいとか将来独立したいのにこう検定を取るべきなのか、そして検定を取った後やっぱりサロンで働いてからの方がいいのか、なんか美香さんどう思いますかっていうような質問をかなりたくさんの方からいただきました。でそれにじゃあ次はお答えします。まずその自宅ネイルサロンをするとか開業したいっていうことに対して重要なことっていうのは検定の Q とかではなくて、さっきいろいろこんだけ検定ありますよって言った中の衛生管理士の資格、これは持っておかないといけないです。衛生管理士で、それとあとは個人事業主の手続きっていうのが必要になります。もうネイルの技術どうこうとかじゃなくて、そういう、サロンを開業するっていうのはやっぱり起業までいかないですけど経営のことっていうのがメインになってきますので、そのあたりをしっかり漏れなく必要な手続きとか必要な資格っていうのを押さえておく。で、開業する場所っていうのも、例えば窓があって換気ができるとか、手を洗うところがあるとか、いろんな条件っていうのがありますので、それを満たしている、自宅の中でも部屋とか場所を借りるにしても、そういう店舗として使ってもいい場所を借りれるかとか、いろいろねあります。なので検定に対してそこまでこう今から勉強して取ってどうのこうのっていうのをするんであれば、それよりも先にこう経営のこととか、その開業するにあたって必要な知識とか、その衛生管理士の資格とか、そういうのを、優先して取っていくっていう方が私は重要かなと思います。で、検定の内容と実際にこうサロンでお客様から求められる技術の内容っていうのは結構ね、重なる部分ももちろんあるんですけど結構違います。例えばケアだったらケアの基礎知識
検定でしっかり押さえておいた方がもちろんいいんですけど、今実際マシンでやってしまうところがほとんどですよね。じゃあ、こういうケアができてもマシンが全然使えなかったら、お客さんからしたらね、マシン使えないお店だったらオフとかケアに時間がかかってしまって、結局しんどいなって思ってしまったらリピートされないですし、あとはアートとかデザインですよね。アートデザインも検定だとピーコックとかフレンチとか、あとは、3D もやっぱりその時のテーマに沿ったものしか作らなかったりとか、アートもお花とかそのテーマに沿ったものばっかり練習して終わってしまいますので、じゃあお客様にターコイズネイルしてほしいですとか、ニュアンスネイルやってほしいですとか、いろいろ注文来た時にそれができなかったらやっぱりお客様に対応できなくなってしまうので、それもお店として成り立たなくなってしまいます。で、ジェルに関しましても検定ではすぐにオフしますので、そんなに定着を良くするっていうことは重視されないです。で、あんまり表面も傷つけないですし、とにかく手順をちゃんと踏んでいくっていうことが重視されるので、それと全く同じやり方でサロンでジェルをしてしまうとリフトが早かったりとか薄付きになってしまってすぐにめくれてきてしまったりとかっていうことがあったりします。で、スカルプに関しましても1球で作るスカルプの手順っていうのはスピード重視っていうよりかは形をきれいに作っていくっていうところに重きを置いていますので、例えばそのスカルプの上にジェルをのせたい、ジェルでアートがしたいってお客様にこの検定と同じクオリティのスカルプをしてしまうと分厚くなりすぎてしまって良くなかったりとか、長さが長すぎるとか、あと形ももっとポイントみたいな形に作ってほしいって言われたらその応用が効かなくなったりとかしてしまいますなので難しいですよね。だから、とにかくもうサロンをオープンしたい、開業したい、ネイルアートとか技術を身につけたいっていうのであれば、検定ってなりすぎずにいろんなデザインを練習してみるとか、あとやってみるとか、資格なくても働けるネイルサロンっていうのに行ってみて、そこでサロンワークっていうのを教えてもらって開業するとかっていう風にしたらいいかなと思います。それをした後から検定を取ったりすることももちろんできるので、検定が一番最初のステップではないですはい。で、そのお店をオープンするまでにサロンで勤務しておいた方がいいですかという質問に関しては、やっぱりサロンで勤務しておいた方がいいかなと思います。その期間が3ヶ月とか半年とか1年とかの短期間であってもいいと思います。全然割とそのサロンによって違うとは思いますが、管理職まで行って全てのいろんなこととか人を育てるっていうことまで学ぼうと思ったら、3年4年5年って働かないとそこまでいけないかもしれないですけど、それってね、結構なんていうんですかね、経営のやり方とか人の育て方っていうのはもうそのオープンするお店の地域とかやり方、メニューの組み方などによっても全然違うので、一概にその働きに行ったお店で得た知識が全て自分が次オープンしようと思っているサロンにが対応するかって言ったらしないんですよね、意外とはい。だからそういうのは自分で勉強したりとか自分でやりながら工夫して作っていくっていう方が効率がいいかなと思います。あと自宅ネイルサロンとかだったら人を育てることとかも別にしなくていいので、そういった知識っていうのも別にわざわざその3年5年働いてまで得るほどのことじゃないかなって思います、なので短期間3ヶ月半年、3ヶ月ちょっと短いかな、半年とか1年とか働いてお客様が来て接客するということになれる。で、接客していろんなクレームも来ると思います。で、どんなクレームが来るのかな、そのクレームには先輩たちとかどういうふうに対応してるのかなっていうのも学ぶ。あとは、そのやっていく手順とか、あとメニューの組み方とか、その予約が入ってお客様が来なかったり、予約の
動向でまたトラブルが出たりとかした時にどういうふうに対応すればいいのかなとかっていうそのサロンの中でお客様が来てやって帰るっていう流れをひたすら何回も何回もやってでその環境に慣れていくその場を踏んでいくっていうのに半年ぐらいあれば十分ね十分だと思うのでその短い期間でもいいのでちょっとチャンスがあればぜひぜひ開業前にどこかのお店で働いてみてください。はい、という感じですかね。今お答えしたこの資格サロン資格とスクール関係そして、同じような資格とその開業関係の質問っていうのはもう本当にものすごい数来たのでちょっと代表してその2つを先にお答えいたしました。はいということで今からは皆さんからいただいたそのメッセージとか名前を伏せさせていただいてこの横に小さく貼ってで私の回答というのも横に小さく貼ってで私がしゃべるっていう感じでどんどん答えていきたいと思います。はいそれでは続いていきましょう。このままどんどん続きを編集していこうかなと思ったんですけども今この段階でもうすでに16分を超えていてかなり長い動画になってしまいましたので続きをするのはやめてこれからお答えした内容をそのジャンルごとに分けてちょこちょこ皆さんにそういうネイリストに関するお悩みコーナーということで何本か動画を出して少しずつ質問に答えていくという形にすることにしました。はい、前半後半に分ける余裕すらもなかったです。はい、なので、今日はそのネイルの資格とかスクールとか開業とかについての皆さんからいただいた質問お悩みにお答えする動画となりましたがいかがだったでしょうか。あくまでも私の考えや私の経験私の意見だったのでこれが全て正しいというわけではありませんので一意見として聞いていただければなと思います。少しでもね役に立っていればとっても嬉しいです。はい、ということでまた質問コーナーの続きアップされましたら、インスタグラムやツイッターそしてコミュニティの方でも報告いたしますので楽しみにしていてください。もうね撮影はしているので必ずアップされます。ということで今日は長い動画でしたが最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では皆さんまた次の新しい動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。